皆さん、こんにちは。このチャンネルでは、環境、健康、テクノロジーの3つのテーマのうち、毎回1つのテーマを取り上げて、解説、情報をお届けします。この動画のシリーズ、誰にでも当てはまる健康条件では、健康に関して、誰もが知っておいた方が良い情報を厳選してお伝えします。今回は、必須栄養素のタンパク質について詳しくお伝えします。体に必要なものや必要なことを理解すると、日常生活が楽になったり、気分が上向きになったり、物事がうまくいったりします。逆に、体に必要なものを取り入れず、必要なことをしなければ、どれだけお金があったとしても、どれだけの地位に立っていようとも、不健康という不幸や、原因がはっきりしない苛立ちや不安に苛まれてしまうでしょう。健康について調べたいけど、なかなか時間が取れない。体調を崩してしまいがちで、何をしたら良くなるのかわからない。お医者さんに診てもらったけど、大きな異常がないと診断されたなど、現代ならではの様々なお悩みを抱えている人がいます。そうならないために、まずは基本中の基本から、生きていく上で必ずしなくてはいけないことについて、予備知識を身につけておきましょう。はじめに、私たちは政府機関ではなく、情報収集の過程で、ある程度信頼できる情報源として、厚生労働省の報告を参照しております。政府からの供与などを受けているものではないことを、あらかじめご了承ください。必須栄養素とは、人が健康的に生きて、増殖していくために、体外から摂取する必要のある栄養素のことを言います。今回は、必須栄養素のタンパク質について詳しくお伝えします。タンパク質は、主に肉や魚、卵や大豆などに多く含まれています。含有量の多い食品は以下の通りです。鶏ささみ 40g 中に 23.0g、豚ロース 100g 中に 22.9g、マグロ 50g 中に 13.2g、牛もも 100g 中に 21.3g、納豆1パック 50g 中に 8.3g、牛乳成分無調整 200ml 中に 6.6g、また、ゼラチンやコラーゲンなども、タンパク質の一種です。鶏ささみは牛ももの約 2.7 倍で、非常に高タンパク質な食材だということがわかります。一般的に、タンパク質は脂肪分や糖質が少なければ、タンパク質の含有割合も高くなります。同じ牛肉でも、部位の違うももとバラでは、ももの方が脂肪分が少なく、高タンパク質です。また、注目してほしいのが納豆です。納豆には、同量の牛ももの約 78% のタンパク質が含まれています。しかも、納豆の場合、合わせて豊富な食物繊維や消化酵素が摂取できるので、腸によく消化酵素の助けがあるので、吸収効率の面では牛肉よりも優れた食品と言えます。タンパク質の役割について、人間の体は約60兆個の細胞で構成されています。細胞は常に新しい細胞に入れ替わる新陳代謝をしながら維持しています。その新しい細胞を作るときに使う材料がタンパク質です。タンパク質は
次の影響で消費量が増えるので、通常よりも多くのタンパク質を補給する必要があります。運動や怪我によって傷ついた細胞がある場合、同様に、お風呂やサウナなどもタンパク質の消費量が上がります。老朽化、酸化した細胞がある場合、日焼けや化粧、暴飲暴食なども同様です。病気などに対抗するために免疫細胞が働いた場合、成長期などに伴う細胞の増殖が激しい場合、妊娠、授乳などで母子の両方にタンパク質が要求される場合、このような場合は通常よりも多くのタンパク質が必要になるため、常に一定の量を摂取していれば良いというわけではない。ということを頭の片隅に置いておきましょう。タンパク質は免疫細胞の材料にもなるので、風邪などを予防したいときや、風邪に罹患した場合などは、積極的にタンパク質を摂取することが望ましいです。タンパク質のアミノ酸について、タンパク質は20種類のアミノ酸によって構成されています。特に人体で合成できないものが不可欠アミノ酸や必須アミノ酸と呼ばれています。不可欠アミノ酸とは次の9種類のアミノ酸です。ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リシン、含硫アミノ酸、芳香属アミノ酸、トレオニン、トリプトファン、バリン。不可欠アミノ酸はそれぞれ身体の中で作用する役割を持っています。ヒスチジンは成長を促進する、神経機能の補助。イソロイシンは筋力を強化する、成長を促進する。ロイシンは筋力を強化する、肝機能の強化。リシンは肝機能の強化、代謝の促進、成長を促進する。含硫アミノ酸はうつ病の改善、かゆみ、痛みの緩和、改善。芳香属アミノ酸は鎮痛作用、うつ病の改善。トレオニンは脂肪肝の予防、成長を促進する。トリプトファンは成長を促進する、筋力を強化する。バリンは筋力を強化する、成長を促進する。タンパク質の栄養価値は構成するアミノ酸、特に不可欠アミノ酸の組成によって評価されます。アミノ酸が適切な割合で含まれている食品を良質なタンパク質と呼び、その他の組成が偏った食品と少しだけ区別されることがあります。含有量の多い少ないよりも不足するアミノ酸の種類がない方が良質とされます。この良質さの度合いをアミノ酸スコアとして各食品ごとに評価されています。スコアは100が最高スコアで100に近いものが良い食品です。代表的な良質なタンパク質は卵や牛乳、大豆製品、豆腐などで、いずれもスコアが100です。アミノ酸スコアと検索すると、スコアの高い食品が公開されているので、皆さんもぜひ参考にしてみてください。続いては、タンパク質の摂取量が少ない場合、多い場合に、どのような病気や症状が起きやすいのかをご紹介します。日常的なタンパク質不足による症状例。フレイル。高齢の場合に症状が出やすく、慢性的な老衰、衰弱した状態、老化が進行した状態、
行動するための筋力が減少していたり、体力がなく非常にすぐに疲れてしまう状態の症状です。サルコテニア。フレイルと同様に高齢な場合に発生することが多い症状です。運動機能が低下し、著しい筋力の低下、体力の減少が発生している状態です。いずれの症状も良質なタンパク質を継続的に摂取し続けることで、発症を遅らせたり、進行を抑えられる可能性があり、適度な運動と組み合わせると、症状の緩和が行えることがあります。続いては、日常的なタンパク質の摂りすぎによる症状例です。慢性腎臓病 CKD。タンパク質は過剰に摂取すると過剰分が腎臓に送られて脂肪へと変換されます。脂肪に変換する際に腎臓への負担となるため、過剰な状態が長く続くと腎臓の負担超過のために腎臓の機能が著しく低下します。この機能低下のことを慢性腎臓病 CKD と呼びます。発症すると、自力の回復は難しく、進行すると透析や腎臓移植が必要になります。また、腎臓へ過剰なタンパク質が送られ続けると、脂質異常の体質となるため、メタボリックシンドロームを起こしやすいと報告されています。摂りすぎや不足は体に影響が出る可能性があることが分かりましたが、では、どのくらいが適正な摂取量なのでしょうか。厚生労働省で報告されている必要量、推奨量について見てみましょう。タンパク質の食事摂取基準は次の通りです。こちらの基準は、厚生労働省で各年齢、月齢ごとの標準的な体格の場合をもとにして、タンパク質の必須量や推奨量のおおむねの値を示したものです。各自の体格や体重、身体状況に合わせて前後するということを念頭に、参考数値としてご活用をお願いします。タンパク質を取り巻く情勢。動物の肉に関しては、現在、生肉までのライフサイクルで捉えて、環境負荷が非常に高いことが判明しており、合わせて、動物の虐待、搾取についての見識が広がり、意識的に動物肉を食べない人が増えています。主に鶏、豚、牛、羊、鹿、イノシシ、馬などの草食、雑食の動物が畜産業として育てられ、梱包や加工を経て出荷されています。卵や乳製品について、鶏や牛、ヤギなどから卵や乳を採取して、加工、梱包され出荷されます。採取の効率を重視した品種改良が行われた結果、動物の元来の状態と比べて、問題を抱えている場合もあります。動物からの搾取や過激な品種改良が問題視され、動物性の肉と同様に意識的に食べない人が増えています。この動物性の食品を意識的に食べないという流れは、世界中で巻き起こっているムーブメントなので、今後の畜産業には明るいスポットライトが当たることはないと思われます。魚、貝や甲殻類について、魚の身や骨、貝類や甲殻類などは、脂質の少ない良質なタンパク質です。また、甲殻類と同様に、昆虫などを食することでも同様のタンパク質が得られることが分かっており、昆虫は成長スピードが速いため、食糧危機への対応のための食材として注目が高まっています。
大豆やトマトなどの植物性タンパク質について、タンパク質の含有量は動物性の食品よりも少ない傾向にあるものの、納豆や豆腐、豆乳などの食品は、質、量と遜色のない良好なタンパク質です。大豆やひよこ豆などの穀類には、もともと他の植物よりも多くのタンパク質が含まれているので、これからさらに研究が進み、活用の幅や質と供給量の面でも改良がなされていくでしょう。すでに動物性の肉や食品を意識して食べない生活を送る人にとって、これらの植物性のタンパク質は、健康になくてはならないものとなっています。動物性の肉を食べないと成長できないと思われていた時期もありましたが、アミノ酸スコアが示す通り、植物性のタンパク質からも不可欠アミノ酸が遜色なく摂取可能なため、現時点では栄養面に関して動物性の肉にこだわる必要はありません。むしろ植物の方が食用可能な種類が豊富なため、アレルギー対策としては様々な種類の作物から栄養を摂取することが理にかなっています。以上、今回の動画ではタンパク質について詳しくお伝えしました。摂りすぎると腎臓に負担となり、足りないと免疫力の低下や筋力の低下につながること。なるべく良質なタンパク質を適度に摂取するように心がけていただけると幸いです。次回は脂質についてご紹介します。引き続きご視聴いただける方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。